通したね。こじらん方がいいと思うんだよね。前回シロアリに食べられた玄関ガマチを交換しました。半日で交換する予定でしたが、いろいろと手こずってしまい、丸一日かかってしまいました。何をしてんだろうな、俺今。自身の不甲斐なさを痛感しながら、なんとかガマチを交換し、床の1列目を張ることができました。2日目は凹凸だらけで複雑な形状の廊下のフローリング全面突き付け張りです。すごい山だな。今回フロアタッカも充電式を取り入れます。今日はコンプレッサーなしでいこうか。じゃこれは閉まっちゃうよ。充電工具のみでフローリングを張ります。よく飛び出た柱の部分などには首切りという仕事を施しますが、今回は突き付け部分を全体的にジョイントカッターで溝をつくことにしました。目標は隙間ゼロ、1ミリも隙間を空けることなくフローリングを張ります。果たしてうまくいくのかどうか。床は根田に直行するように張っていきます。1軒の幅の廊下を両コに張るのですが、幅の狭い場所を両サイド突きつけてぴったり張るのは隙間を分散して逃がすことができないため難易度は高めです。充電のフロアタッカはなかなか良い使い心地です。いいと思う。敷居に床から8ミリの高さの箇所に幅4ミリの溝をつきます。そして床板の下側約8ミリを充電式トリマーで落とします。1枚の板を両サイドぴったり突きつけるのは結構難しいのですが、今回は片側の敷居についた溝に深めに差し込んで少し戻すという方法を取るため、ぴったり突きつけるのはもう片方のみで良くなります。今回のこの方法だと確かに隙間なくきれいに貼れます。ですが時間がかかるのも事実。今回は囚人丸の子と普通の充電丸の子2台を使って作業します。階段のケコミ板は通常少し斜めになっているのですが、このケコミ板の傾斜がフローリングを張る際にネックになります。ここは1枚の床材で貼るのはかなり難しい箇所です。このような場所は床材を分割して貼れるように貼り始めの最初に割り付けを計算しています。ボンドがはみ出してしまいました。昨年新調した腰袋もだいぶいい感じになってきました。最近 40V の電動工具が増えてきたので充電が追いつきません。はい。
非常に難しいね。なんか、調子悪い。昨日に引き続き調子が悪いようです。そして第一激ムズエリアに差し掛かりました。一体何が難しいのかというと、この場合は通常、床材をこうはめてから、このように落としたいのですが、この階段のけこみ板が手前に倒れているため、それができません。さて、どうやって貼るのでしょうか。よし、これで次の墨のやつ作っとこう。これね。少しの隙間を良しとするならば、一気に難易度は下がるのですが、2875やろ。今回の目標は隙間ゼロ。自己満の世界に足を踏み入れています。この自己満足と現実の間で葛藤する職人さんは多いのではないでしょうか。やばいやばいやばい。敷居側についた溝に深めに差し込み、後で少しだけ戻します。溝をついた部分は後で割れてしまわないようにたっぷりとボンドを入れておきます。壁側についた溝に差し込んで本来の位置より3ミリほど奥に送り、手前の床の押す種を越えるとストンと落ちます。そして手前に戻す。うまくいきました。今回は充電式工具しか使っていないので、コード類が一切なく、現場がすっきりしています。集中力を切らしたくないカズさんは、休憩もそこそこにすぐに作業を再開します。精密な部分を切る際には、囚人丸ノコだとダストカバーが邪魔になるので、普通の丸ノコを使います。こちらの充電丸ノコは際切りができるタイプなので、刃をどちらの方向にも倒すことができて重宝しています。ただ、囚人タイプでない丸ノコは囚人機と連動していないので、このようにいちいち囚人機のスイッチを切らねばなりません。地道な作業が続きます。この方法がいいと思えんな。おとなしく突きつけで普通に貼った方が良かったのではとちょっと思い始めています。
こういったケースで短辺に釘打たないのですかと時々聞かれるのですが、狭い場所での逃げが効かない突きつけ施工の場合、短辺を打つことはできない場合が多いです。おかしいね。ここで根田の異変に気づきます。まだずれとるね。あるべき場所に根田がありません。ビスを打って根田の場所を探ります。これね、誰か下にね、一回入れとる。もう音でわかる。違う。信じたらあかんね。こんなことしたら終わんない。床材を止める釘は闇雲に打つわけにはいかず、しっかり根田に効かせる必要があります。最初に調べるべきやったね。ほら。なんでおるけど、なんだろうな。根田探しに時間をロスしてしまいました。よし。第2の激ムズエリアです。あと一息のように見えますが、ここからが結構長い道のりとなります。もうちょいだな。ここが入らない。ここも入らない。もう集中力の限界だわ。オッペンハイマー2回連続で見たぐらいの感じやな。お硬いね。割れるかね。ちょっと一かけしとこうか。ここ怖いけどかけるわ。ここもね。こちらの針じまい部分は溝をついて差し込んだとしても戻すことが困難なため、完全突きつけ施工でいきます。ちょいきつく見えるね。わかる。これ直角じゃない。ここが柱が出てるから、これ以上上に上がらんで入らんってことやな。モンタンの下刃を切ります。ちょっとだけ。メンタ？うん。切らないと物理的に無理ってことね。そうそう。で、これ面と入りやすくする。これで入る。わかりにくいですが、廊下がバチっているのでかなり斜めに切ってあります。もうやり直しだ。外すこともできん。
仮はめした床材が外れなくなるほどギリギリのせめぎ合いです。入った。あ、入れすぎだ。一緒に行けばよかったね。3枚ともすべてぴったりなのでやり直しはできません。それぞれの床材の短辺を合わせ3枚同時に下ろします。ここは絶対にやばい。ここに入れて。これが当たるから、この裏だけ落としてあるんだよね。はい。この子です。サネをはめ込むと同時に床材を下ろしていきます。針じまいの箇所は小口を斜めにカットしてあります。はい、そうだね。ここで強引に入れ込もうとすると床材の表面が剥がれてしまったりするので慎重にいきます。なんとか第2の激ムズポイントを通過しました。むっちゃうまいね。これ手間かけてもいいやって思ってやってるだけであって、これは予算ないところはできない。中にはさ、安くしてっていう人もおるわけね。しゃあないな。いろいろあるから。あるから。事情が。大人の事情というやつです。難関を超えた気分はどうですか？気持ちいいと同時にもう終わるのかという寂しい気持ちと入り混ざってますね。本当にドラクエがもう少しで終わっちゃうみたいな。それぞれ749だったけど忘れちゃった。最後の1個だ。ここに来て少し集中力が切れてきたように感じます。両端遊びなし。そう、距離短いと難しいのよね。このように距離が短い場所は床板自体をしならせることができないので、両サイド突きつけは結構難しいです。同時はめじゃないと入らないね。奥のやつね。倒せなそめっちゃ勾配いるもんね。ドアを外せば少しは楽だったのですが、こうでしょ。あ、そこで合掌させるってこと？そうですよ。めっちゃむずくないそれ。もうサネ合わせちゃって上から入れるっていうのはできない。もうやっちゃったな。どうしよう。最初からサネをはめて一体化させてから落とせばよいのではと私がアドバイスしてあげていますが、ちょっと待って。
言うことを聞きません。あ、もっとちゃんときれいに拭いて。最後の最後でボンドでベッタベタにしてやらかしてくれています。ちょっと思ってたんと違うわ。やっちゃった。あ、でもそういけるな。うっちゃんの言った通り。うっちゃんの言った通りやればよかったね。こっからスタートね。ここからなかったこと。まあなんとか貼り終えることができました。脱皮しようともがく大きな芋虫のように最後の作業を頑張っています。かまちとタイルの隙間を埋めています。工事完了です。シロアリに食べられていた玄関ガマチを交換し、複雑な形状の玄関廊下の床に1ミリの隙間もなく新しい床を増し張りしました。今回のこの仕上がりは、じっくりと工事ができる余裕を施主様からいただけたことによる成果だと思います。あとは、カズさんの変態的チャレンジマインドですかね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。